どうも限界突破休職中の社畜改めニートもどき熊騎士です。今日はいつもの節約デカ盛りがっつり飯ではなく、ちょっと奮発しにやってきました。場所はここ新宿駅。見つからない小田急線乗りは大江戸線はどこへやら、すれ違い続ける待ち合わせ。多くの人にトラウマを植え付けたまさに兄弟ダンジョン。目指すは新宿住友ビル。ここにパスタ好きなら一度は訪れるべき老舗があるんです。今回お伺いするのはアルデンテです。名前からしてもうパスタへのこだわりが伝わってきますよね。なぜここを選んだかというと、とにかくうまいパスタが食べたいから。おしゃれなカフェパスタじゃなくて、こうガツンとくるガチのやつを求めているんです。現在休職中で仕事していませんが、たびたび仕事のことを考えて鬱になります。ある意味仕事のせいでストレスがいっぱい。そんな時はやっぱりカロリーと濃い味が一番です。到着しました。こちらがアルデンテ住友ビル店です。見てください。このメニューの豊富さ。カルボナーラ、ボンゴレ、その他もろもろ。主要なものは全て揃っております。だがしかし、今日食べたいものはもう決まっている。そう、アマトリチアーナ一択です。旨味たっぷりのトマトソース、厚切りベーコン。もうこれだけでも十二分に魅力が伝わってきます。こんなに食レポの意味がないメニューも珍しいものです。ちなみにお支払い方法は電子マネーのみに対応しているようです。それでは列に並んでいきます。列に並んで5分程度、席に案内されました。卓上調味料は粉チーズと一味唐辛子。この粉チーズが置いてあるのがアルデンテ産の太っ腹なところ。某激安ボリューミーなパスタのお店同様にかけ放題です。改めて注文する内容はこちら。アマトリチアーナの大盛りとパン2枚。先日お伺いした川崎の元祖油堂に行った際も麺は特大にしましたが、こちらでも大盛りはマストです。ちなみにこの上の倍盛りというものもあります。食いしん坊の皆さんぜひこちらを選択してください。イタリアンと聞くと高くて少ないオシャンティで入りづらい。私もかつてはそんなイメージがありました。だがしかし、この店がそのイメージを払拭してくれました。お店は老舗の風格がありつつも入りやすい雰囲気。そして課金することでクオリティと量も跳ね上がる。これなら高めの値段設定も納得がいきます。世の中にはいくら課金すれど当たりが見えず、いろんな意味で天井を見上げる恐ろしいものがありますが、こちらは大違い。そしてパン2枚、しれっと頼んだこのメニューも重要アイテム、お忘れなく。待つことを8分、着丼。おっと失礼、いつもの癖で着丼とか言ってしまいました。パスタが到着しました。見てください。このビジュアル。真っ赤なトマトソースが輝いています。そして素晴らしいトマトソースとベーコンの香りが漂います。赤は危険物を表すと言いますが、実物は赤と茶色でした。ではまずは何もかけずにそのままいただきます。うまい。これ、アルデンテ。噛んだ瞬間に小麦の香りとトマトソースの濃厚な旨味が口いっぱいに広がります。後には爽やかな酸味が広がる。そして主役級の存在を話すのがこの肉厚ジューシーなベーコン。こちら噛み締めるたびに肉の脂と塩気がトマトソースと混ざり合って最高です。イタリアンの店なのに家系ラーメンにも引けを取らないパンチ力がございます。新宿、ちょっと贅沢、イタリアン、確実にうまい。これで検索すればこの店が出てくるでしょう。これぞ真のハイコスパ。さて、それではお楽しみの味変タイムです。すでにうまいソースに粉チーズをぶち込みます。カロリーそんなもん気にしませんよ。私の座右の銘はダイエットは明日からですから、多分これ一生言っています。トマトの赤チーズと白が混ざり合って魅惑のオレンジ色になりました。それではいただきます。アウト。濃厚さが倍増、トマトの酸味がまろやかになりました。クリーミーでコクのある味わいです。これは中毒性が高すぎる。さて、どうして美味しいものってすぐになくなってしまうのでしょう。ものの数分でパスタを食べ終えてしまいました。しかしさらにはソースが残っている状態。ここからが本番ですよ。このソース残して帰るなんて食いしん坊の名が廃れます。ここで登場するのがそう、もう記憶の彼方にもないであろうこのパン2枚です。こちらでソースを拭って追い飯ならぬ追いパンです。それではいただきます。
まい。カリッとしたパンに粉チーズがたっぷり混ざった濃厚トマトソースだけじゃない、肉厚ジューシーなベーコンがさらに合わさります。まさかの激うまピザパンに大変身。このメニュー、パンを頼み忘れるかわいそうな人が出ないためにも、最初から200円値上げしてパンを標準装備にした方がいいと思います。元祖油堂、こちらパスタ粉を練り込んだ特製中華麺を出す混ぜそばの店でしたが、こちらでいただいた週末割り茶漬け最高でした。だがしかし、こちらのトマトソースを最後まで堪能する、一滴も残らず堪能するすっからパンも負けていません。パンのおかげでソース一滴残さず完食。ごちそうさまでした。いやー、大満足。お会計はアマトリチアーナ大盛りとパンで普段のランチよりは奮発しました。だがしかし、この幸福感には変えられません。お腹も心も腹いっぱい。これでまた明日から社畜生活。おっと、私休職中でした。恐ろしいもので、休職してから2ヶ月経つのに相変わらず仕事のことを考えて鬱になることがあります。皆さんも私のようにならないよう、終電乗ろうぜではなく自分を大事にを選択しましょう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは主に外食についての動画を投稿しております。皆さんのチャンネル登録と高評価が励みになりますので、改めてチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。